おなじこんじこんばんポータイトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ライブレバティの違いを確認してこうやっていきたいなと思います。来ましたね。来ちゃいましたね。ということで今回主役はこの男になっていきますよということですね。で、過去にもですね、実は僕ストライカーとの違いこうやってきてはいるんですけど、今回新たに分かったことがあったのでこうやっていきたいなと思います。ということで今回確認をさらっとやってですね、プラスアルファ新たに分かったところをやっていきたいなと思います。そして使い道ここを考察していきたいなと思います。まずはですね、もう早速確認していきましょう。僕ストライカーからですね。まあ基本的にはですね、真ん中に居座りながらっていう感じにはなりますかね。まあ裏への動きもねするけど、やっぱり真ん中にいますよねみたいな、そんなところが分かっていれば良いのかなと思います。はい、次ラインブレーカーですね。ラインブレーカーに関してはやっぱり裏への動き、これが多いっていう印象がありますよね。で、このスタートもね結構早い位置からスタートしてたりとかね、結構裏へのチャレンジっていうのはすごく多いっていう感じですよね。で、まあそこに加えてですね、まあ何度も動き直すっていう感じですよね。ダメだった場合右に左にっていう感じで、結果的にディフェンスライン下げたりフリーになったりっていうことが多いみたいな、そんな感じでしたかね。はいはい、ということでですね、まあ見ていただきましたけども、基本的な動きはね以前とあんま変わってないよというところが確認できましたので、やっていく中でねクロスの対処法って変わんのかなみたいなちょっと気になったんで、今回はここをやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はサイドでボールをキープして中の動きを見ていくような形でやっていきたいなと思います。バティはワントップでね使用して、ボックスストライカーラインブレーカーそれぞれ見ていきたいなと思います。皆さんどうですかね。イメージとか予想とかねしながら、一緒に見ていただければ面白いんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。まずはボックスストライカーから見ていきましょう。まあ実際ねこれがライブレボックスストライカーになっただけで変わんのかって気もしますけどね。まあ使ってる感じはどうなんだろうな。そんなに意識したことなかったですけど、なんかラインがこう下がりきっちゃったら正直変わんねえだろっていうのはねあったんで、実際どうなんですかね。はい、見ていただきました。ということでやっぱりですね、ここの動いてない感じ、この上がる瞬間とかねあんま動いてなかったりしてるって感じですよね。でクロス、この上がったものに対してですね、まあ基本的にはこう合わせていくというかね、ここもなんですけど、このなんていうんですかね、クロスに合わせてくれてるって感じですよね。自分はそこまではそんなに動いてなくて、でクロス上がってきたらそれに合わせて動いていくっていうような、そんな感じはしますよね。まあ真ん中にいるからこそできることでもあるんですけどね。まあその反面こうねスペースへに走るっていうのもゼロではないというところもまあ上げておこうかなと思います。さあラインブレーカー見ていきましょう。まあどうなんだろうね、ここで変わるのかな。この下のねボールキープしてる方に目いっちゃいがちですけど、中のねバティの動き見てくださいねあ、でもこう見るとね確かにスペース探してる感ありますね。スペースに向かって走っていってる感じっていうのがやっぱあるのかな。はい、見ていただきました。まあちょっと詳しく見ていきましょうか。ここですね。この切り返した時なんですけど、これ分かりますかね。これ動き直してスペース作ってんの。もう一回いきますか。このキックフェイントが入ってダメだってなった時に一旦戻ってこうスペース作ってるんですね。一旦スペース作ってあげて、まあそこにね、ヘディングという形でしたね。ちょっと見てほしいのがあってですね、このクロス上げる時なんですけど、これ今分かりました。これこの瞬間止まってんの、これ分かりました。これね止まってるんですよ。上がる瞬間見ててくださいね。ここ今の一瞬
ためですよ、ため。完全にですね、下がってもう助走距離確保みたいな状態からのヘディングという形になっていましたね。でその反面ですね、ちょっとあんまり良くない時というかね、この思った方向にボールが来なかった時っていうのはありましたね、やっぱりね。まあちょっと詳しく見ていくと、この黒さがこの時ね、裏に走ろうとしてるんですね。ただこう手前にボールが来ちゃったんで、まあその場でジャンプせざるを得ないみたいなね、そんな時もありましたね。はい、ということでちょっと比べてみたんですけど、並べてみました。このね、この代表的な動き、ここ分かりますかね、こんな感じで。こんな感じでしたよね。はい。ということで、こう見ると結構おもろくないですか結構おもろくない？でね、まあということでこの違いが分かったんですけど、もう一つねちょっと気になったことあったんで、もうちょっとだけやっていきたいなと思います。切り込んだ時ですね、中に切り込んだ時の動きもちょっと見ていきたいなと思います。まずはボックスストライカーから見ていきたいなと思いますけども、まあ基本的にはね、さっきの動きに近い形というかねにはなってくるのかなとは思うんですけどね。まあここまで押し上げても違いが出るのかっていうところもありますよね。はいはいはい、そんなところですね。はい、ラインブレーカーも見ていきましょう。まあスペースあんのかみたいなところもありますけど、こう見るとまあ割といい動きしてるなはい、見ていただきました。まあちょっとね、僕ストライカーから見ていきましょうか。まあ中にね、ゆっくり中に入っていって、まあちょっと中で待ってるって感じかな。まあなんか待ってるのがいい時も実はやっぱりあってですね、例えばこういう風にですね、ディフェンダーに当たった時とかなんですよね。こういう時とか基本的にボックスストライカーはこう来たボールに合わせるっていうような動き方をしてるので、やっぱりイレギュラーなボールっていうのかな、そういったものに関しても対応ができてるっていう印象はありましたね。はい、でラインブレーカーですね。ラインブレーカーはこの狭いとこでも結構スペース狙ってましたね。こことか見てほしいんですけど、この裏への動きをしたことによってですね、見てください、ディフェンダー釣られちゃってるんですよね。なので結果的にですね、フリーになってですね、ここもまあなんか抜けちゃって、まあゴールみたいになってますけど、まあそういう感じですね。結構狭いところでもスペースをね使おうとしてるのがまあ生きるっていうね場面にはなりました。ただね、やっぱりタイミングが大事なのかなっていうね感じはしましたね。例えばですね、こういうところなんですけども、この動きに対してね、タイミング合わないとこんな感じでその場で蹴らざるを得なくなったりして、まあ、この前のね、このプルアウェイのこの動きはいいと思うんですよ。この動きはすごくいいかなみたいな感じなんですけど、タイミング合わせないとまあ生かしきれないみたいなね、そんな感じはありましたね。ちなみにプルアウェイっていうのは敵に近づいてからこう素早く離れることによってマーク外す動きのことです。ためになったね。ライブレは合わせてあげる、ボックスストライカーは合わせてもらうとします。はい、ということでですね、見ていただきましたけどもいかがでしたかね。今回結構面白かったんじゃないかな。違うかな。ちょっと高評価とチャンネル登録していただければと思います。それで判断したいなと思います。はい、ということでまとめておきました。まあボックスストライカーは派手に動かないけども、まあ一番ね物理的にゴールに近いところにいてくれるようなそんな感じでしたね。まあなので何でもボール来てくれたらとりあえず合わせるよみたいなね、そんな安心感はあるのがボックスストライカーかなと。ライブレーカーに関してはですね、スペースでもらうことだけを考えてるって感じでしたね。なのでタイミング合わないとそもそもいないみたいなこともありました。ただタイミングが合ってしまえば爆発的なね攻撃力っていうのも実現できるというのがこの2つの違いかなと思いましたね。じゃあ実際の使い方みたいなとこなんですけど、まあライブレはですね、使う時によく見てあげるっていうところ、まあ過保護みたいな感じになってあげるのが一番良いのかな
とは思いましたね。まあただそのさっきにクロス上げたら合わせてくれてたみたいにですね、まあ変に意識しすぎる必要はないんですけどね、ワンテンポ遅れても大丈夫だったりするのでそこは大丈夫なんですけど、まあただちょっとね意識してあげるぐらいは必要かもしれません。あとはオンラインとかやっててなんか今日おかしいなみたいな思ったらですね、それはもしかしたらタイミング合ってないかもしれないんで、そのあたりも意識してあげるといいかもしれませんね。逆に僕ストライカーはサイドで相手のディフェンダーが上手くてですね、剥がすの一苦労するなとかね、サイドで集中したいなとかね、そういう時別のところで集中したいなみたいな時はボックスストライカーとか置いといた方がですね、攻撃はある意味しやすいのかなとは思いました。ちょっと一つね意識しなきゃいけないことが減るっていう考えでは、その方がいいのかもしれませんねっていう感じがしました。まあいずれにしてもですね異なるプレースタイルをベンチに置いとくっていうのも結構大事かもしれないですね。オンライン勝ち続けるっていうことに関してはやっぱりそのぐらい対応できるようにしておくっていうのは必要なのかなとは思いましたので、参考にしてみてください。はい、ここからね雑談になってくるんですけども、今日なんか違い感じませんでした？気づいた？ねえ気づいた？実はですね以前ですね動画内でイラストを募集したんですよ。そしたら応募してくれた方がいましてね、こんな感じでですね、トンタンさんって言うんですけども、本当ありがとうございます。本当いろいろ書いていただきまして、本当に実は他にもね、例えばイーフトやってたりとかね、あとは泣いちゃってたりとかね、これあるわけで超可愛くないですか？いろいろあるんだけどちょっと今日もったいないんで今回これだけにしときますけど、ありがたくね今後使わさせていただきたいなと思います。他にもね書いてやってもいいよみたいな人がいたらね、いつでも DM いただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでちょっと、ね、話戻しますけども、なんか今回いろいろやってきて思ったのはやっぱ他のプレイスタイルでも変わるのかなと気になりましたね。もしくは何パターンかしかないとかね、ライブでだけちょっと特殊とかあるかもしれないですけどね。あとあくまで今回一つのシチュエーションではあるのでその辺はねご注意いただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、昨年と面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになるので、どうぞよろしくお願いいたします。本当にお願いします。ということでバティやってきましたけど、昔ねウイレでバティをねレジェンドの時だったかな、バキスタータみたいな使った時にマシンガンパフォーマンスやってて、それがかっこよくてね子供ながらに真似してたのを思い出しましたね。はい、ということで今日の動画これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。